はい、皆さん、こんにちは。今回はね、人生についてお話ししていきたいのですが、具体的には、宗教や魂の成長ってどうなのってことをお話ししていきます。我々はみんな親が産んだから生まれてきたんですよね。これは紛れもない事実です。しかも、この世にぴったり同じ人間はいません。つまり、自分の親が子供を産まなければ、自分という人間は生まれてきていませんでした。で、人間世界で生きるのは苦しいことです。まず、不自由ですよね。というのは、自分の生まれる国や環境や体や性格や IQ などは選べないじゃないですか。つまり、自分を取り巻く環境や自分自身を選べない不自由があります。あと、お金持ちになれる人とそうでない人がいますよね。当たり前ですが、お金持ちになれない人は不自由が多いと思います。人間関係や恋愛だって選択できなかったり、コントロールできないことが多いので不自由だらけですよね。なので、この人間世界で生きることは不自由だらけで苦しいことが多いです。なので、私的には自分を産みやがってこのクソ親がとね、自分の親を恨んでもいいと思います。というのは人生は苦しいことは事実じゃないですか。ただ、いつまでも親を恨んでいたらキリがないですし、無意味ですし、ちょっと大人げないので、どこかで踏ん切りをつけて生きていくしかないと思いますけどね。斎藤ひとりさん的に言えば、生きることは魂の成長であるらしいです。キリスト教でも霊的に成長するとか言いますが、結局生きることに疑問を抱く人が多いから、斎藤ひとりさんの話や宗教が支持されるわけじゃないですか。それは紛れもなく生きることイコール不安や苦しみであるからなんですよね。こういうのを少しでも和らげたり、精神的な支えとして少しでも自分を納得させるために宗教にすがるしかないから、多くの人はキリスト教とかイスラム教の教えとかそういうのにすがって生きてるんだと思います。つまり宗教は単に生きることによる不安や苦しみの合理化って言っても過言じゃないんですよね。合理化とは心理学で無理に自分を納得させる行為を言います。酸っぱいブドウの話が有名ですが、背が低いキツネが高い場所にあるブドウを取れないで諦めたことを、どうせ酸っぱいんだから取れなくてもいいさと自分を納得させる行為が合理化です。斎藤ひとりさんの魂の成長やキリスト教の霊的な成長もこれと似ており、人生イコール苦しみですが、これをそのまま受け入れるのはあまりにも辛いので、人生の苦しみイコール魂の成長や霊的な成長であると合理化していると言えるとも思います。じゃあ現実的にはどうしたらいいのかですが、人生の不安や苦しみに慣れちゃうしかないと私は思っています。てか絶対にこれしかないです。あと、嫌なことって生きてるとありますよね。基本的に嫌なことは自分の意思でコントロールできません。なので、嫌なことをいつまでも引きずらないことも大切です。要は、気持ちを切り替えるとか、今を生きるってやつですよね。例えば、嫌なことがあったら、一日中嫌な気持ちのままで落ち込んでいるのか、それとも一旦忘れて、外に出て気分転換したり、友達と遊んだり、美味しいものを食べたりして楽しめるかっていうことだと思います。前者の人は今を生きれてない人で、後者は今を生きれている人になります。なので、今を生きることができれば、人生の苦しみは減らせますよね。あと、もう一つ言えるのが、これは鴨頭さんや斎藤ひとりさんも言っていたのですが、気持ちを先に変えるのは難しいらしいです。つまり、嫌なことがあって嫌な気持ちになって、それを変えるのは難しいらしいです。なので、よく今は気持ちが乗らないとか言う人がいますが、これはナンセンスです。なので、その嫌な気持ちは一旦無視して、気持ちの良くなりそうな行動をしていれば、気持ちもついてくるみたいです。例えば、ジョギングに行きたくなくても、行けば気持ちも爽やかになったりすることってありますよね。あと、勉強したくなくても、机の前に座って、適当に何か参考書でも読んでると、やろうかなっていう気持ちになることってありませんでしょうか。なので、行動ありきです。気持ちなんて考えてたら行動できませんからね。これはホリエモンとかも言っていました。気持ちなんて無視して行動しろと。で、人生の嫌なことやストレスについてなのですが、斎藤ひとりさん的に言えば、生きていて嫌なことやストレスをなくすことはできないので、その圧に勝てるぐらい強気にならないとダメらしいです。例えば、当たり前ですが、学生と社会人の違いで、学校とはお金を払って言ってるけど、社会人はお金をもらってるので、圧が違うらしいです。で、圧が強くなれば、圧に押しつぶされないように強気も上げていかないとダメらしいです。幸い、人というのは環境に順応できる生き物です。つまり、苦しい環境に置かれても
そこに自分を順応させることができます。で、確かに人生は未知ですし、慣れるのも簡単ではないと思いますが、慣れるまでは不安や苦しみに耐えるしかないです。ある程度いろんな苦しみを経験しちゃうと、苦しいことがあった時に、あ、またかと思えるように、要は動揺しないようになってきます。これが慣れるということだと思います。例えば、水が怖い人がいたとして、水を避けてたらいつまでも海やプールには入れないですよね。まあ水は避けてても生きてはいけますが、人生の恐怖や苦痛や不安からは逃れられませんからね。なので、それらに慣れちゃうのが一番いいと思うんですよね。まあ慣れると言っても苦しいものは苦しいので、苦しみを完全にはなくせないんですけどね。なので、極端な話、この人生の耐えると慣れるから逃げたい人は、さっさと自殺しちゃうのがいいと思います。生きてる限りは絶対にこの苦しみに耐えると慣れるから逃げられませんからね。なので、以前めんどいって言って自殺した中学生がいましたが、あれは悟ってますよね。正しいと思います。正直、人生はめんどいですからね。以上になります。この動画が少しでもためになった、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。